ずポケットから作っていきます。ポケットはアイロンでまず縫い代全部折り込んで、それからミシンでつけていきます。まずポケット口ね。ポケット口はパターンそれぞれがお持ちのパターンに従ってポケット口三つ折りの場合は三つ折りで、私が今回使っているパターンは完全三つ折りなので、ポケット口ギリギリまで縫い代がかぶってくるようにしてます。アイロン定規を使ってまっすぐきれいにかけてください。ポケット口かかったら周囲もアイロンかけちゃいます。1センチですね。でポケットはパターンによっては、ポケットの縫い代にロックミシンかけたりかけなかったりなんだけど、正直どっちでもいいかなっていう感じはします。私はポケットをつけるときは面みたいなこういうごくごく普通のねパッチポケットつけるときはほとんどロックミシンかけたことないです。昔かけてたんですけどキーホルダーの端っこ引っかかったりとかしてビッてなっちゃったりとかっていうのが煩わしいのでかけなくなりました。このほつれるのが心配な人はここのポケットダブルステッチ2本ステッチ入れてあげればいいと思います。でもしくは、ロックかけてもいいし、私はロックなしで、別にここ1本でもいいです。シングルステッチでも構わないです。どのやり方でもいいので自分のやりたいやり方で進めてください。で、ちょっと面倒なので次の工程もここでアイロンをかけちゃいます。次前立てですね。前立ては右身ごろ上前だけに前立てつくようになってます。で左前は見返し始末ですね。なのでちょっと左右で形違うので左右間違えないようにしてくださいね。さてこう分かりにくいかな。こことここが縫い合わさります。でなのでこの前立てはこっち側が表に来る。でこっち裏側に来ます。こういう状態でつきます。でこの前立てはね最初にアイロンをかけてしまいます。この縫い方もいろいろあるので別に何が正しいとかいうことではないんですけど、せっかくアイロンに触っているのでもう最初にこれ形作っちゃおうかなと思います。今回はね。でまず縫い代1センチアイロンをかける。まずこの身ごろと縫い合わせる部分ね。身ごろと縫い合わせるところの縫い代、ここ1センチ確保してアイロンかけました。これはここでこういうふうに中表で縫い合わさります。でさらに
2.5 センチ幅のガイドになる厚紙を切っておいて、この 2.5 センチ幅は何かっていうと、前立ての幅ですね。前立ての出来上がりの幅です。出来上がりの状態に折ります。ガイドを使ってできるだけ丁寧に正確な幅でアイロンかけてください。ずれないようにね。そうするとまっすぐアイロンかかるので、これでもう出来上がりの幅が確保できました。きれいに 2.5 センチ幅になってるはずです。で、残った部分をかぶせます。残った部分をかぶせて折っていく、こういう状態ですね。で、これを縫い代、この最後かぶせた縫い代を中にきれいに折り込むと、生地の厚み分だけちょっとだけここに段差ができるから、最終的に表からコバステッチをかけた時に裏側にちょっとゆとり分確保できてるはずです。ここで綺麗にアイロンかかってないとミシン外れたりするので、ここできっちり裏側のゆとり分確保できてるか確認してください。見えるかな、この段差見えますかね。やってみると分かると思うんでね。で、とりあえずこれ最初にアイロンかけたんですけど、これで一気に前立てまで縫えるんだけど、気をつけなきゃいけないのが、これ縫う時に一旦開いて縫うでしょ。で、ここ縫う時にきれいに自分が折った1センチの幅で縫えないと、折りかぶさった時に全部ずれちゃうんですよね。これ1センチのはずが縫ったら 1.2 センチぐらいになってたってなると、綺麗にまず折り返ってこないんだけど、こっちの裏側足りなくなってきちゃうので、こういうふうに最初に全部きれいにアイロンで形作ってから縫い付けるっていう方法はすごく効率が良いので、時間短縮にはなるんだけど、縫い方は裁断と縫う工程がきっちり正確にできないとむしろ逆効果だったりするので、一つ一つ正確にやってください。あとは反対側の左前ですね。で、左身ごろは見返し始末になるので、これを内側にこういうふうに裏側に三つ折りに折り込んでミシンをかけるだけです。で、これもアイロン上に使って、裏側は 2.5 センチ幅で三つ折り。で、左前身ごろには今回は芯を貼っていません。完全三つ折りに完全三つ折りにしてるので、芯なしで中に生地を完全に三重に巻き込むことで芯の代わりにしてます。で、これは前立ても見返しもパリッとさせたい人は見返しの方にも芯を入れてもいいし、
それは好みで変えてもらっていいと思います。でね、アイロン定規あんまり綺麗に使えないとかいう人は別に無理して使う必要ないし、やりやすいようにやってもらえばいいかなと思います。ただね、このアイロンかけるのは正確に、シャツってね難しいんですよね。難しいんだけど、綺麗にできない原因の半分ぐらいの理由はアイロンが今一つっていう場合が結構多い。裁断、あとはミシン、アイロン、この3つ。縫う時とアイロンをかけるところが正確にいけば、まあ大体いい感じにできるので、OK。よし。では、まずポケットから縫い付けていきます。で、縫い付ける前にまずここだね、ポケット口ですね。ポケット口はできれば表からかけた方がいいかな。2センチ。縫い代が 4.4 センチあったから、4.4 センチの三つ折りで 2.2 センチ幅になってると思うので、表から2センチ幅でステッチをかけると裏外れないはずなんです正確にねアイロンかかってればね、裁断とアイロンね。よいしょ。で縫い付けましょう。ここスタートで三角形に縫って、でそのまま周囲をぐるっと縫って最後も三角形でここが終わりという順番です。でまずスタート位置に針を回して位置を合わせる。ここの縫い代飛び出しやすいんですね。なのでこの中にグイッと押し込んで、よいしょ。こんな感じかな。ちょっと縫い直したんでいまいちなんですけど、糸調子を調整するの忘れてて縫い直しちゃったので針跡残ってます。シャツ生地って結構織りの密度の緊密なものなんかは針跡残ったりするので、できるだけね縫い直ししない方がいいんですけど、ちょっとうっかりやらかしてしまいましたのでしょうがないですね。これでポケットは OK です。
次いきます。次は前立てと見返し縫っていきます。で、私今左身ごろにポケットつけたので、そのままついでに左の、見返しを縫っていきます。これも表から縫った方がいいですね。2.5 センチ幅で折ってありますから、2.3 センチだっけかな、2.2 センチだっけかな。表から折り幅より狭いステッチ幅で縫っていきます。手前と奥をしっかり持って少しテンションをかけながら、で視線はステッチガイドの位置、ここ見てもしょうがないのでステッチガイドの位置にきちっと立ってるかどうか見ながら縫っていきます。でアイロンがきれいにかかってれば、ここであまり何も気にすることなく、ここが均等な幅で縫われれば後ろも均等に仕上がります。なのでミシンかけながら均等な幅に調整していこうと思うと結構難しいので、アイロンとまず裁断ですね。裁断正確にアイロンも幅をきちっと測りながらでミシンをかける工程をできるだけ楽にするっていうのがコツです。はい、次次は右前身ごろに右前ですね、これに前立てをくっつけていきます。こういう状態ですね。くっつきますね。これ前立て折ってある前立てね。でこれが中表だからこういう状態でね、全部開いてこうですね、こう合わせて1センチ幅で縫っていきます。この折ったところをガイド代わりにしながら縫っていけば OK だと思います。こういう状態ね、こういう状態で縫っていきましょう。合い印同士を合わせて立ち端きっちり合わせて縫っていきます。直線のところは合い印と合い印を合わせたら、そこをしっかり押さえて縫っていきます。でね、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、裁断の時にね合い印ずれてるとあともうどうしていいか分かんなくなっちゃうからどこ目安にしていいか分かんなくなっちゃうので、立ち端合わなかったりとかねすると、もうどうしていいか分かんなくなっちゃうんですよね。何を基準にしたらいいのか。なので裁断を正確にしろっていうのは、その縫う時にこう心の拠り所になるポイントをねきっちり自分で作りましょうっていうことです。よし。でこれはもう一回アイロンかかってるので、今縫ったこの前立てを表に軽く爪アイロンで、なんかいまいちな人はちゃんとここでアイロンかけてもいいんですけど、これで爪アイロンで軽くね
アイロンかかってるから大丈夫だと思うので、でこういうふうにかぶせて、裏側かぶせて、それで、この縫い目の際にコバステッチをかけていきます。でコバステッチをかけるときに裏が落ちないかどうかっていうのはね、ここでこう爪立てて裏側のこの折り山の位置どこにあるか確認しながら縫っていく。生地が薄いとさっきみたいにこうかぶせてアイロンかけた時のこの段差の分のかぶり分が少なくなるんですよね。そうすると結構ギリギリになるので、不安な人はあらかじめもうちょっと広い幅で裏側少し広くなるように折ってやってもいいと思います。そうするとこんな感じ、見えるこんな感じで結構均一にミシンかかります。こんな感じね。こう生地と生地重なってるところっていうのは縫いずれが起きやすくなるので、手前側ね、右手でも左手でもいいんですけど、この手前側を押さえてる指はもうここでストッパーにしてずらさないようにで、しっかりテンションをかけて、あとは左手の指でこう探りながら縫っていきます。こういう向きで縫う人はこういう状態になる。こっちで探りながら、左手で押さえて右手で探りながら、これはどっちでもいいですよ。縫いやすい方で縫ってください。はい、これで前立て完成です。前の始末とポケットまで完成しました。次いきます。